我々株式会社イノカというですねベンチャー企業でございまして、海を守るための活動をしてきております。本日この後もご紹介するんですけども、あちらにございます水槽、こちらがですね我々が再現しているサンゴ礁の生態系になります。こういった技術を通じてですね今後海を守っていくための研究につなげるようなことを進めていますので、今日はそういったお話でですねトークセッションをしていければと思います。環境移送技術というものを研究開発しております。環境移送技術というのはですね、環境、海の中の生態系をそのまま移送してきた、つまり陸上に切り取ってそのまま持ってきたかのような、環境再現技術と。でこれがあるとどんなことができるんだというところ気になるかと思うんですけども、実は海の中だとできない研究がですね陸上にある海を模した水槽の中だとできるっていうことが結構いろいろあるんですね。ここにざっとこう挙げさせていただいているんですけれども、一番上のトピックがですね世界初の人工的なサンゴの産卵実験に成功しましたといったところが一大トピックとなっております。もうサンゴの1個目の卵が生まれた瞬間の映像をですね今日持ってきてますので、ぜひご覧いただきたいなと思います。取れないよな、でも待って待って、見て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 、ほら出た。すげえなかなか海の中でやるとわからないことをラボの中だと研究できるっていうことでですねパートナーシップ組ませていただくことが増えてきていました。でそしてですね我々教育イベント事業というものをずっとやってきてまして、このような形でサンゴの生態系が目の前にあるっていう、こういうまたとない環境を生かしてですね子どもたち向けに教育事業を実施してます。この教育イベントに関してはこれまで2万人以上の小学生にも参加をいただきまして、このブルーオーシャンドームでもですね明日から、2週間ですね13日間子どもたちと一緒にサンゴの研究をしてデータを取っていくと、でそれを論文化していこうというシチズンサイエンスプログラムも開催いたします。鉄鋼スラグの高付加価値量技術、この中で井の香さんとも一緒にやっておりますような海域環境改善の技術の開発ですとか、あるいはそういう PR ですね、そういうのをさせていただいてます。他にもですねこれもいろいろ海の環境に関連するんですけども、海藻の藻場材としての利用ですとか、それでブルーカーボンといって海藻が CO2 を吸収するようなお話、それから上に書いて低ス改善による硫化水素と書いてますけども、鉄鋼スラグ自身が、海の良くない成分である硫化水素を吸着するといったようなこともありますので、そういうこともやっております。皆さんちょっと視線こちらにいただいて、このですね左手にありますここにですね鉄鋼スラグにサンゴがくっついて、でサンゴがどんどん育っているといったものを展示してます。チタンとか再生医療の研究者だったんですが、サンゴの今研究かなり、力入れてやってます。ここに、棒が見えると思うんですけど、これチタンです。これ人用のインプラントと全く同じ、物質になります。でここの上にぬるっとぬめっとしているもの、見えると思うんですが、こちらがサンゴになります。今度サンゴにインプラントしようって思って、でこういうふうに接触させました。そうするとこれちょっと驚くことに、本当にこのサンゴのポリプという組織がこのチタンの上にグッてすぐに伸びてくるという現象がありました。これで今までずっと研究していた骨の研究っていうのがサンゴに生かせるんじゃないか、でこういう切り口で攻めれるんじゃないかって正直言うと確信しました。イノカでも今は実験するときはサンゴの枝をちょっと拝借して実験させてもらってるんですけど、この技術が今後浸透してくると、もうサンゴの枝を使わずにベイルアウトさせたものをずっと増やしてもうずっとそこで培養したものを使い続けられるってこと。そうですね。ですので使い方としては非常に希少な、サンゴ、すごく絶滅の本当しそうで直前のもの、それを、断片移植みたいな形にすると、本当に断片移植するために親サンゴにダメージを与えてしまいますから、そうではなくて、本当にちょっとだけもらう、サンゴに体の一部もらうことによって大きく増殖させることができる技術になると考えています。
脱炭素の流れの中でどうやって CO2 を吸収するんだという技術開発がもういろんなところでなされてるんですけど、そもそも自然界の中では、サンゴが育つとサンゴがこの CO2、海に溶けた CO2 を骨格に変えて、でずっと安定的な形でもうそこにガチッと固定してくれるっていうことですよね。我々環境エデュテインメントっていう言葉にこだわってきてるんですけど、これ喜一君と一緒に話す中でそうですね、そう環境エデュテインメント、環境とエデュケーションの教育のエデュケーションとテインメントはエンターテインメントのエンターテインメント、ですね。うんエデュテインメントっていうのが、教育的なことをやっぱりエンタメとして楽しもうっていうような発想なんですよね。生態系をカードゲームにしたみたいなのをやっています。やっぱりこの本物の生態系を生き物を見ながらこれだっていうものをまず生き物を探してもらって、でカードのを揃えていっていろいろでその後にこのマップ上にこのカードを置いてもらうことによって水槽を見ているだけだと例えば隠れクマノミがいるとか、ニモとドリーのドリーナンヨウハギがいるとかそういうところは分かるんですけど、これがどういう関係になってるかっていうのは、意外と分からない。サンゴとどうやって暮らしているのかっていうのは分からないんですけど、なので見えない関係を見るためのものですよね。写真と特徴って下に書いてる特徴が書かれているんですけど、それも実はもともと分散されてて、生き物を見ながらこの生き物はこんな役割とかを持ってそうだなみたいなことを1枚のカードを完成させて、それでその上でそれぞれの役割のところに置いていって、で最後に生き物同士の関係性、例えば食べる食べられるとか住む住まれるとか戦うとか、あとはうんちをして誰が分解するのかみたいなこととかを最後関係性も置いていくんですよね。最後に真ん中のサンゴを取るとどうなるかって言ったら、結局真ん中のサンゴを取るとそこのあった関係性のステッカーを取り外すことになるわけですよね。サンゴによって生きられていた関係性が取られると、その先にいた生き物も取られていくっていうので、逆回転するとまっさらの状態に戻っちゃうっていうのを、そうなんだよね。で何もなくなるっていうのを見ると、意外とそこまですごく盛り上がって楽しくやってたのに、最後もぬけの殻になったこのショックさってなんか子どもたち感じるんですよね。イノカの見習い研究員として研究をお手伝いしてほしいんです。皆さん研究手伝ってくれますか？はい、ありがとうございます。じゃあですね、今日は皆さんには研究員として、サンゴというものについてですね学びながら研究をしていきたいわけなんですけれども、これをやっていく上で我々2つのミッションを用意してます。まず1つ目がサンゴの基礎知識をマスターせよ。そして2つ目がサンゴのパワーを探ろうという実験ですね。はい、では第3問、これは難問です。サンゴは人間にとってどんな役割があるでしょう？これはですね難しいので選択肢を見てみましょう。まず1、生活を守る、人々の生活を守る。第2、観光資源となる。そして C、漁業に貢献する。 D、炭素を固定する。最終問題、答えを見ていきたいと思います。正解は全部です。全部正解した人いますか？素晴らしい。このくさびら石、何が面白いかというとですね、実は真ん中に口があるんですよ。火山の噴火口みたいな感じですね。真ん中に口があるんですね。でですね、このくさびら石、実は餌をあげることができます。くさびら石はですね、秘密研究機関イノカの研究員がこのくさびら石の口じゃないところに餌を乗せたところですね、触手とかですね、粘液を手繰り寄せて口のところに餌を持ってきて食べようとしたんですね。仮説を立てて実験をするっていうのが研究者なんです。皆さんにはここから一歩先の研究者に今日はなってもらいたいと思います。いよいよ手順6ですね。ピンセットで餌をくさびら石の体に置いてほしいんですが、場所としてはこんな感じです。この辺ですね。あんまり端っこすぎると落ちちゃったり落としちゃったりするので、ちょっと余裕を持たせてこの辺に置きましょう。最初は閉じてた口がですねパックリ開いてきてます。かなり大きく口をですねあんぐりと開けてますね。B チーム、
結果教えてください。0.03。 0.03。おお、なるほどなるほど、ありがとうございます。じゃあそしたら、この緑色のシールを持ってきてください。はい。じゃあ 0.03BC チームはこっちですね。0.03はどっちですか？ 0.05、0.04 なのでここですね。ここですね。はい。はい、ありがとうございます。海の中って結構ゴミが今問題になっていると。実はサンゴもマイクロプラスチックを食べて病気になりやすくなったりしちゃうんですね。っていうことが報告されてるんですけども、でも一方でサンゴって何を食べるのかみたいな話っていうのは全然研究されてないんです。つまりサンゴの食べるっていうことについて研究が進んでいくと、我々がゴミを海の中に出してしまうと結局それがサンゴにどんな影響を与えてしまうのか、こういうものが解明されていくかもしれないっていうところで、我々の純粋な興味、好奇心から始まった研究が実は環境問題について考えるきっかけにもなるかもしれないんですよね。今日のプログラムのテーマはシチズンサイエンス、市民科学というものです。市民科学っていうのは科学者じゃなくてもみんながですね協力してデータを集めていけば、もうそれはですね十分サイエンスにつながっていくっていう。最後ネクストミッションですね。皆さん自身身近な不思議だったり疑問をですね見つけて仮説を立てたりですね検証したりしてみてください。今日はシッキーが持ってきた仮説だったんですけど、次はぜひ皆さんの仮説を聞かせてもらいたいなと思ってます。